皆さんこんにちは。卓球の熱い話題からスポーツの未来を考える音声解説プログラムへようこそ。ナビゲーターのケンジです。こんにちは、アシスタントのみさきです。今日のテーマは、卓球ファンのあなたにとっても、部活動や地域スポーツに関わるあなたにとっても、絶対に見逃せない超重要なテーマですよ。そうなんだよね。タイトルは日本のユーススポーツ登録制度における地殻変動と卓球競技人口の構造分析、2025年度登録実績と部活動地域展開改革に伴う登録離れの定量的評価。ちょっと難しそうなタイトルだけど、中身はめちゃくちゃエキサイティングで、これからの日本のスポーツがどう変わっていくのかというリアルな今が詰まっているんだ。はい、今回は日本卓球界の今まさに起きている大大変化を最新のデータをもとにじっくりと、そして楽しく解き明かしていきたいと思います。今回の主役は日本卓球協会、いわゆる JTTA が発表した2025年度の最新の登録データ。ここから浮かび上がってきたのは、単に卓球をする人が減ったという単純な話ではないんだ。実は学校の部活動が変わっていくプロセスで生じている制度的な大摩擦、そして登録離れという不思議な現象なんだよね。そうなんですよね。卓球をプレイしている人はたくさんいるのに、なぜか公式登録する人が減っている。このミステリーのような状況をケンジさんと一緒にたくさんの公的データや協会の一次資料を使いながら分かりやすく解説していきます。最後までぜひお楽しみください。さて、ケンジさん、今回のレポートの肝となるエグゼクティブサマリー、つまり全体像をギュッと凝縮したポイントを、まずはリスナーの皆さんにいくつか提示しておきましょう。そうだね。このレポートが提示している具体的な発見、つまり驚きの真実は大きく分けて4つあるんだ。4つですね。まず1つ目は何でしょうか。1つ目は日本卓球協会の最新データで、全体の登録者数が3年連続で減少して28万10人になったこと。ピーク時と比べるとなんと約 22% も減っているんだ。特に中学生の登録者が前年度から9073人も激減していて、減少全体の約 86% をこの中学生カテゴリーが占めているということだね。9000人以上の減少が中学生だけで起きているなんて、ものすごい偏りですね。これが1つ目の大きな発見ですね。では2つ目は？2つ目は、この中学生登録者の減少スピードが日本の中学生人口の自然な減少ペースをはるかに超えていること。自然な減少率が約 1.15% なのに対して、卓球協会の登録者は 6.78% も減っている。つまり少子化だけでは到底説明がつかない約 5.9 倍もの超ハイスピードで登録者が消えているんだ。この驚きの非対称性については後ほどの各論でがっつり分析するよ。少子化の 5.9 倍のスピードだなんて、何か別の巨大な要因が働いているとしか思えませんね。では3つ目の発見をお願いします。3つ目は、それでも卓球の人気自体は全然落ちていないという、これまたびっくりな真実。日本中学校体育連盟、いわゆる中体連の10年間の長期データを見ると、他のメジャーな競技、例えば軟式野球やサッカーが約4割も部員を減らす大苦戦をしている中で、卓球はわずか 7.77% の減少にとどまっている。それどころか、笹川スポーツ財団の調査でも部活の実施率で堂々の第3位をキープしているんだ。つまり卓球をやる子はいるけれど、協会に登録しない子が激増しているという構図だね。なるほど。部活で卓球をやっている子はたくさんいるのに、なぜか公式登録のデータからは消えてしまっている。これが未登録アクティブプレイヤーや部活動の地域展開改革に伴うシステム摩擦ですね。そして4つ目はどうですか？4つ目は、この事態を制度の過渡期だからしょうがないと放置しておくと、卓球協会や地方連盟の財務基盤が破綻するし、二重登録の金銭負担というペナルティに苦しむ子どもたちが増えるし、さらには将来のオリンピックメダリストを育てる育成ピラミッドそのものが崩壊してしまうという極めて深刻な危機的側面だ。これに対してレポートでは、巡回員制度の導入やマルチ登録 IT システムの構築など、ものすごく具体的で建設的な提言をしているんだ。うわー、どれもこれからの日本スポーツ界全体の未来を左右するような重厚で見逃せないテーマばかりですね。これらの具体的な発見について、ここからの各論パートで一つずつ深く、そして分かりやすく解き明かしていきましょう。ここからは各論に入っていきます。まずは日本卓球協会が2026年6月23日に公式発表した
2025年度都道府県別加盟登録人数の確定値について詳しく見ていきましょう。よーし、まずは冷徹に数字を見つめてみよう。2025年度、2025年4月から2026年3月までの集計期間の全国の加盟登録人口は全体で280万10人だったんだ。前年度が290万550人だったから、1年間でなんと1万540人の減少を記録したことになる。1年間で1万人以上の減少ですか？これって単年だけの突発的な減少なんですか？いやー、残念ながらこれが3年連続の減少トレンドなんだ。さらに遡ってピーク時だった2018年度のデータと比較すると、その深刻さがよくわかる。2018年度の登録者数は35万8600人だったんだよ。へー、35万8600人から28万1000人ということは、計算するとなんと約 22% も減っていることになりますね。人数にすると7万8590人もの登録者が失われたことになります。その通り、約 22% の喪失だよ。日本中に卓球のブームやプロリーグである T リーグの発足などがあって、一見すると華やかに盛り上がっているように見える日本卓球界だけど、その屋台骨である登録人口という地盤はこの数年で確実に地盤沈下を起こしているんだ。外から見ている華やかな世界と内側のガバナンスが直面している冷酷な数字との間には大きなギャップがあるんですね。この地盤沈下は協会の組織運営や持続可能性にとってもものすごく強い警鐘を鳴らし続けていると言えます。まさにその通り。この数字をただの少子化のせいで片付けてしまうのは簡単だけど、それでは本質を見誤る。だからこそこのレポートはさらに深いカテゴリー別の分析、そして地域別の分析へと踏み込んでいくんだ。組織のガバナンスという面でも、実は今日本卓球界は大きな歴史的転換期を迎えているんだ。そうなんですね。2026年6月21日に開催された日本卓球協会の定時評議委員会と臨時理事会において役員改選が行われたんですよね。そう、長年協会のリーダーシップを取ってきた星野一郎副会長や宮崎義弘専務理事といった誰もが知る功労者の方々が任期満了に伴って退任されたんだ。そして川田正恵会長は再任されたんだけど、新しく専務理事に就任されたのが箕島直信氏が。須藤新専務理事、この就任は卓球界において画期的なことだと言われているそうですね。大ニュースだよ。なぜなら箕島氏は地方加盟団体出身として史上初の専務理事就任だからなんだ。これまでは中央、つまり東京の意思決定層が中心だったけれど、箕島氏は静岡県など地方での登録業務や学校現場、地域展開といったまさに今一番痛みを伴っている現場の実務を最も熟知している人物なんだ。なるほど。まさに今回の登録者減少問題や部活動の地域展開による現場の混乱を肌感覚で分かっていらっしゃる方が協会の実務トップに立たれたわけですね。そうなんだ。だからこそ現場に寄り添った迅速なガバナンス改革が期待されている。再任された川田会長も長年の大きな懸案志向である T リーグと日本リーグの一本化推進について放置しているつもりはないと強く言及している。普及と強化、その両面で極めて重い課題を突きつけられた船出となった新体制だけど、箕島新専務理事がどうこの登録者減少問題に切り込んでいくのか非常に注目が集まっているんだ。それでは次に登録者減少の中身を解き明かすために2025年度の確定データに基づくカテゴリー別の動向を詳しく見てみましょう。よし、日本卓球協会の公表データを細かく比較した表があるから、これをもとに議論しよう。まずはポジティブな動きを見せているカテゴリーから紹介するよ。はい、まず小学生、ホープス、下部、バンビ世代ですが、こちらは2025年度が1万464人で、前年度の1万321人から143人増加の微増をキープしていますね。そう、それから2学連大学生も6913人で前年比116人増え、日本リーグ実業団も190人で3人増え、教職員選手も706人で37人増え、そして最も規模の大きい一般社会人などカテゴリーも57,066人で前年度の56,742人から324人増加している。こうして見ると、ジュニア層の底辺拡大や大学生実業団、体障害スポーツとしての一般社会人層はむしろ微増傾向で検討しているんですね。
そうなんだよ。卓球そのものの需要や楽しさは社会に広く根付いている。しかし、それをはるかに上回る規模で激減しているのがユース世代なんだ。高体連が60万111人で、前年度の62万6904人から2583人減少。そして何より、中学生が12万4733人で、前年度の13万3806人から9073人減少という著しい落ち込みを見せています。この中学生の減少数9万73人は、日本卓球協会全体の年間減少者数1万5040人のなんと約 86% を占めているんだよ。86%。つまり他のカテゴリーがどんなに微増して頑張っていても、中学生カテゴリーの急激なシュリンク、縮小が協会全体の地盤沈下を引っ張る最大のボトルネックになってしまっているということですね。次に、この減少が日本全国でどのように起きているのか、都道府県別のデータを分析してみよう。日本卓球協会が公表した2025年度登録人数の上位10都道府県のデータですね。そう。1位の神奈川県は14,868人だけど、毎年度から867人減。2位の静岡県は14,428人で690人減。3位の千葉県は14,241人で157人減。5位の北海道は13,789人で423人減。6位の愛知県は12,173人で515人減。7位の埼玉県は11,654人で292人減。8位の兵庫県は11,454人で559人減。10位の茨城県は9,119人で226人減となっている。ほとんどの地方や登録者数の多い主力都道府県で軒並みマイナスを記録していますね。そんな中でプラスになっている都道府県もあるんですか？そう、そこがポイントなんだ。4位の東京都は13,959人で540人増。9位の福岡県は10,090人で188人増となっているんだよ。東京と福岡、この2つの都県だけが上位10地域の中で増加に転じているんですね。これこそが本レポートが指摘する大都市圏への一極集中の様相なんだ。資金力があり、クラブチームの選択肢が豊富で、部活動の地域展開に伴う受け皿がしっかりと整備されやすい都市部では微増が確認されるけれど、そうでない地方の加盟団体では登録者が大幅に減少している。地域ごとの環境格差がそのまま登録人数の格差となって現れているんだね。さて、いよいよ今回の最大の謎である中学生の登録者減少を日本のリアルな人口動態と比較しながら数学的に検証していきましょう。お、数学的検証、燃えるね。まず基本となるデータとして文部科学省の学校基本調査に基づく統計を見てみよう。日本全国の中学生の総人口は現在約310万5千人なんだ。そして毎年約3万人から4万人のペースで中学生全体の数が減っているんですよね。その通り。2024年度から2025年度にかけての中学生人口の自然減少率を計算すると約 1.15% になる。約 1.15% ですね。それに対して日本卓球協会の中学生登録者の減少率はどうでしょうか。登録者数は133万8006人から124万733人へと減少した。これを公式に基づいて計算してみよう。減少率を R、前年度登録者数を P2024、当年度登録者数を P2025 とすると、R は P2024 分の P2024-P2025×100 となるよね。ここに実数値を当てはめてみると、133万8006分の133万8006-124万 733×100 で、およそ 6.78% となる。なんと減少率は 6.78%。そう、中学生全体の自然な人口減少率が約 1.15% であるのに対して、卓球の登録者数の減少率は 6.78%。比率を計算すると 1.15 分の 6.78 でおよそ 5.895。つまり実際の人口減少スピードの約 5.9 倍という異常な速さで卓球の中学生登録者が急落しているんだよ。約 5.9 倍。これはもう子どもの数が減っているから卓球の登録者も減っているんだよという単純な言い訳が完全に通用しないレベルですね。
その通り、自然源の枠組みをはるかに超えた何か構造的な地殻変動がこの中学生カテゴリーの裏で起きていることを、この数学的ギャップが冷酷に証明しているんだ。ではこの中学生登録者の急落はこの 1,2 年だけの問題なのでしょうか、それとももっと長期的な傾向なのでしょうか。日本卓球協会の長期的推移、過去10年間、2016年度から2025年度までのデータを見てみると、その構造的な乖離が年を追うごとに固定化し、さらに加速しているのがよくわかるよ。年前の2016年度はどうだったんですか？2016年度の全体登録者数は33万3567人で、そのうち中学生が16万3501人、全体に占める中学生の割合は 49.02% だった。そこから増え続けて、ピークの2018年度は全体35万8600人に対して中学生が17万8319人で 49.73%。さらに2019年度には中学生が17万9129人で割合はなんと 50.02% に達していたんだ。全体の半数以上が中学生だったんですね。まさに中学生こそが日本卓球協会の最大の屋台物であり、財務顧客基盤だったわけです。そう。しかし、コロナ禍が始まった2020年度に一気に中学生が11万8040人まで落ち込んで、割合も 45.02% に急降下した。その後、2022年度には中学生が14万6396人、48.28% まで持ち直したものの、そこから再び下落が止まらなくなっている。2023年度は142万499人、47.46%。2024年度は133万806人、46.05%。そして最新の2025年度には124万7333人、割合は 44.55% まで低下しています。かつて半分を占めていた巨大なカテゴリーが今や全体の 45% を割り込んでいる。この長期的なトレンドは一過性の落ち込みではなく、協会の会員構造そのものが決定的に変化しつつあることを示しているんだね。ここで大きな疑問が浮かびます。登録者がこれだけ減っているということは、やっぱり中学生の間で卓球の人気がなくなって部活動の卓球部員も激減しているということなんですか？普通はそう思うよね。でもここからがこのレポートの本当に面白いところだ。日本中学校体育連盟、つまり中体連が毎年発表している加盟生徒数調査のデータを見てみると、全く異なる驚きの事実が明らかになる。どんな事実ですか？中体連に加盟している中学校の主要運動部について、平成25年度、2013年度と令和5年度、2023年度のこの10年間の実績を比較したデータがあるんだ。ありました。他の主要競技の10年間の減少率を見ると、軟式野球が 45.47% 減、サッカーが 39.15% 減となっています。これめちゃくちゃ減ってますね。そうなんだよ。少子化の影響に加えて、これらの団体競技は最低人数が揃わないとチームとして成り立たないから、廃部や合同チーム化が相次いで競技人口がほぼ半減している。ソフトテニスも 24.89% 減、陸上競技も 11.79% 減、バスケットボールも 9.77% 減だ。そんな中で卓球はどうなんですか？卓球は平成25年度の23万8854人から令和5年度は22万288人、10年間の減少率はなんとわずか 7.77% にとどまっているんだ。野球やサッカーが4割前後減っている中で、卓球はたったの 7.77% しか減っていないんですか？その通り。中体連の加盟生徒数調査の中でも、卓球は圧倒的な在籍規模の頑健さ、安定性を証明しているんだ。つまり、中学校の部活の現場では、卓球部は今でもものすごく大人気で、たくさんの部員が元気にラケットを握っているんだよ。ということは、卓球をプレーする中学生は減っていないのに、日本卓球協会に登録する中学生だけが激減しているということになります。その通り。中学生は卓球というスポーツそのものから離れているのではなく、公式の登録制度からパッシブ、つまり受動的に離脱している。この登録離れというねじれた現象こそが今回の地殻変動の本質なのだ。卓球部員の数の安定性を裏付けるデータは中体連の調査だけではないんですよね。
そう、スポーツ推進のための研究で非常に信頼性が高い笹川スポーツ財団が実施している12から21歳のスポーツライフに関する調査2023や最新の活動状況統計を見てみよう。これによると、中学生が所属している運動部活動の実施率で卓球は第3位にランクインしているんですね。その通り。第1位がソフトテニス 16.7%、第2位がバスケットボール 15.9%、そして第3位にこの卓球が 13.5% の実施率でしっかり入っている。本当に根強い人気ですね。男の子からも女の子からも幅広く支持されていて、文化系と体育系のいいところを併せ持った障害スポーツとして中学生の生活に深く定着していることがわかります。そうだね。笹川スポーツ財団のデータがはっきりと示しているのは、卓球というスポーツの社会的な需要や実施ニーズは全く衰えていないということだ。それなのに、公式組織である日本卓球協会のデータ上では、毎年1万人規模の中学生の蒸発が起きているように見える。この巨大な矛盾を解き明かすために、次のパートでは未登録アクティブプレイヤーという概念を深掘りしていこう。さて、ここで登場するのが未登録アクティブプレイヤーという言葉だ。未登録アクティブプレイヤー。つまり、実際に卓球はプレイしているけれど、日本卓球協会には登録していない人たちのことですね。その通り。実は日本国内におけるこの未登録ライト層の規模は、僕たちの想像をはるかに超えて巨大なんだ。これを客観的に証明してくれるのが、総務省統計局が実施した令和3年社会生活基本調査だよ。総務省の調査。これは信頼できる国のデータですね。何が分かったんですか？この調査によると、日本国内において年間で1回以上卓球をプレイしたと回答したいわゆる推定行動者人口、年に数回レジャーで楽しむライトユーザーを含むカジュアル層は全国でなんと約 546.5 万人に達しているんだ。546万人？ものすごい数字ですね。一方で日本卓球協会の2025年度の全登録者数は何人だったっけ28万と10人。約28万人ですね。ということは、計算してみると、日本国内で実際に卓球をプレイしているアクティブ層のうち、日本卓球協会に公式登録しているのはわずか 5% から 6% 程度しかいないということなんだ。残りの約 95%、約5018万人ものプレイヤーは、公式の競技組織からは完全に外れて、商業施設や温泉、地域の公民館、学校のレクレーションなどで自由に卓球を楽しんでいる未登録プレイヤーなんですね。そうなんだ。この約 95% のサイレントマジョリティこそが日本の卓球界、卓球市場を足元から支えている巨大なプレイヤープールであり、同時に公式組織にとってはこれまで視野に入っていなかった最大の盲点なのだ。この未登録アクティブプレイヤーの存在ですが、実は大人の話だけではなく、今や子どもたちの、それも部活動の現場でも極限状態に達しているそうですね。そうなんだ。それをまざまざと示す衝撃的なデータが、日本卓球協会が2024年4月に開催した中学生問題プロジェクト会議の公式記録に記されている。どのようなデータなんですか？なんと、東京都における中学生の卓球プレイヤー、学校の卓球部に在籍している生徒などのうち、実際に日本卓球協会に加盟登録している割合は、わずか 15% に過ぎないという実態が公表されたんだ。15%？ ということは、東京の中学校で毎日ラケットを握って部活で汗を流しているジュニアプレイヤーのなんと 85% が公式の競技者システムから完全に外れている未登録アクティブプレイヤーということになりますね。その通り。この 85% の子どもたちは日々の練習を重ね、校内戦や公式登録を必要としないローカルな親善大会、練習会で活動している。彼らは高価なラバーやラケットを購入し、競技の熱量をしっかり維持しているから、卓球用品の小売現場では学販初心者セットが春先にものすごくよく売れるんだ。ヨング市場を強力に支える顧客層ではあるけれど、公式登録制度、つまり県大会上位や全国大会への進出を目指す、いわゆる強化勝利至上主義の現行制度に対しては一切の魅力を感じておらず、登録するメリット、便益を見出していないんですね。そう、この 15% の壁こそが現在の登録者激減の背景にある決定的な構造的乖離を最も鮮明に浮き彫りにしているデータなんだ。では、なぜ中学生たちの登録離れがここ数年でこれほど一気に加速しているのでしょうか？
その謎を解き明かす最大の鍵が、文部科学省が国を挙げて主導している中学校の部活動改革、すなわち地域展開への移行なんだ。ニュースでもよく耳にする部活動の地域移行ですね。でも最近は呼び方が変わったそうですが。よく気づいたね。文部科学省が2025年5月に公表した最終取りまとめにおいて、従来の地域移行という言葉から、学校を含めた地域全体で子どもたちの多様なスポーツ機会を支えていくという理念を強調するために、呼称が正式に地域展開へと変更されたんだ。なるほど。学校を完全に切り離すのではなく、地域全体で展開していくイメージですね。そして、そのスケジュールはどうなっているんでしょう。令和5年度2023年度から令和7年度2025年度までの3年間が改革推進期間とされていたんだけど、それが終了して今年度である令和8年度2026年度からは令和13年度2031年度までの6年間にわたる改革実行期間が本格始動しているんだ。まさに今年2026年から本格的な実行フェーズに突入したわけですね。その通り、この改革実行期間内では、休日を中心に原則として全ての学校部活動において地域展開の実現を目指すこととなっている。今まさに全国の中学校、そして地域スポーツのあり方が強制的の大過渡期、いわば過渡期の真っ只中に突入しているんだ。この大きな教育制度の再定義だ、卓球の登録動向にものすごく深刻な影響を及ぼしているんだよね。部活動の地域展開が本格化することで、なぜ卓球の登録者数が急減してしまうのでしょうか。そのメカニズムについて教えてください。要因は大きく分けて3つあるんだ。まず第一に、これまでの部活動指導体制においては、中学校の卓球部に入部すると同時に、学校側、つまり部活動の顧問の先生が所属部員を一括して日本卓球協会に自動登録する包括的自動登録が当たり前に行われていたんだよ。なるほど。部活に入ったら先生が全員分まとめて登録手続きをしてくれていたわけですね。そう。だから県大会や公式戦に一度も出ない初心者やレクリエーション志向の生徒もシステム上は自動的に登録者数に含まれていた。第2に、部活動の地域展開が進むと、平日は学校、休日は地域クラブや社会体育として活動が分散するようになる。そうなると、登録の主体が学校、先生から地域クラブや家庭、個人へとシフトしていくんだ。指導員の確保や費用の負担をどうするかで地域格差や行政のズレが生じて、活動環境そのものがすごく不安定になっているという問題もありますよね。まさにそう。そして第3に、登録手続きが個別、つまり各家庭での能動的な登録手続きに変わった結果、ライト層の家庭が手続きを避ける登録忌避が発生しているんだ。多くの初心者やライト層の子どもたちは、高いお金を払って全国大会予選に出たいわけではなく、単に健康スポーツや仲間との交流として卓球を楽しみたいだけですもんね。そう、一括登録から個人の判断に変わったことで、煩雑なシステム登録の手間や決して安くない登録料を支払うことに対するメリット、便益が見出せなくなり、結果として登録しないアクティブプレイヤーへとシフトしてしまった。これが登録忌避の真実のメカニズムなんだ。ここまで話を聞いてくると、この登録者数の急減って、ある意味で社会構造の変化として避けて通れない、しょうがない側面もあるような気がしてきました。その視点はものすごく重要だし、極めて正しい事実関係の評価だよ。これは単に卓球人気が低下して競技が衰退しているという話では絶対にないんだ。そうですよね。教員の働き方改革や部活動の地域展開は国の方針、つまり国是ですから、これに伴う自動一括包括登録から個人クラブ単位の主体的な登録への移行は制度的に必然だったと言えます。そう、未登録のまま学校や地域のサークルで日常的に活動する生徒が増えるのは、この移行期においては極めて自然な現象なんだ。そしてもう一つ重要なのは、卓球というスポーツが持つゲートウェイスポーツとしての高いポテンシャルなんだよね。ゲートウェイスポーツですか。そう、中大連の加盟生徒数比較でも見たように、サッカーや野球といった最低人数を確保しなければ練習すらできない競技は、少子化で部活そのものが維持できずに消滅している。一方で卓球は卓球台1台とラケット、相手が1人いれば活動が成立する。他競技の受け皿を失った子どもたちを優しく吸収する受け皿として、むしろ需要が高まっているんだ。だからこそ、卓球用品の小売店での学販初心者セットの売れ行きは非常に好調なんですね。スポーツとしてのプレイヤープールは失われていない。その通り、競技実施者そのものは減っていない。
したがって、この登録者減少の第一フェーズは、スポーツガバナンスの変化がもたらした制度的、必然的な変化であり、社会システムシフトの結果として、ある意味でしょうがないと評価すべき客観的な側面があるんだ。なるほど。制度の移行期だからしょうがないという側面があることは分かりました。でも、これをしょうがないからとそのまま放置しておくと大変なことになるんですよね。そう、ここからが存亡の危機的側面の定量的警告だ。もしこれを放置すれば、日本の卓球界は財務とエリート育成の両面で致命的な破壊的ダメージを受けることになる。まず一つ目が、協会連盟の財務基盤の破綻だ。中学生第4子は全登録者が約 45% を占める最大の財務顧客基盤でしたよね。そこから毎年1万人規模で流出していったら、当然、日本卓球協会や都道府県連盟の登録料収入、運営原資は急激に減少する。そこで日本卓球協会は財務健全化と物価上昇への対応を理由に、約30年間据え置かれてきた基本登録料を2027年度2027年4月1日の登録分から改定、つまり値上げすることを決定したんだ。その改定ロードマップの資料があります。1人当たりの年額基本料がどう変わるかというと、一般の選手や教職員、役職者は1500円から2200円、大学生は1100円から1600円、高校生は900円から1300円、中学生や小学生以下の選手は700円から1000円となっています。かなりの値上げ幅だよね。でも問題はこれだけじゃない。この日本卓球協会本部の登録料に加えて、各都道府県の連盟や協会が独自の運営費を地方上乗せ額として徴収しているんだ。利報奨上乗せ。現在の地方連盟の登録案内資料を見ると、具体的な合計額が書いてありますね。岡山県の中学生一般は本部700円と地方上乗せ300円で合計1000円。愛媛県新居浜市の中学生一般は本部700円と地方上乗せ1000円で合計1700円。茨城県の中学生は本部700円と地方上乗せ1800円で合計2500円。そう、この地方上乗せがあるから、2027年度以降の本部料金の300円値上げが適用されると、地方によっては中学生の実質登録料が3000円前後に達することになるんだよ。中学生で年間3000円？登録手続きが各家庭の個別負担になる中で、この大幅な値上げは痛すぎます。そうなんだ。これこそが登録人数が減ったから一人当たりの単価を引き上げるという典型的な縮小均衡の罠なんだよ。値上げによってライト層の登録離れがさらに加速し、残った競技者の金銭負担がさらに増えるという破滅的な財務的スパイラル、悪循環に陥る危険性が極めて高いんだ。さらに、部活動の地域展開に伴って中学生が直面している二重登録の金銭的・手続き的な負担についてもレポートでは鋭く指摘されていますね。そうなんだ。今多くの中学生が平日は学校の部活、休日は地域の民間クラブというふうに活動を並行して行っている。日本卓球協会の基本規定第43条では、所属学校以外に一つのチームに二重登録することを認めているんだよね。地域展開をスムーズに進めるためのルール上の配慮ですね。2026年度からは所属学校の定義も拡大されて、合同チームや教育委員会等に認定された地域クラブも含まれることになりました。ルール上の配慮は進んでいるんだけど、問題はその実務と金銭的実態なんだ。例えば先ほど挙げた愛媛県新居浜市の例では、学校と民間クラブの両方で活動したい生徒に対してそれぞれの所属から二重登録を課しているため、現在は年間で3400円もの金銭負担、いわゆるダブルチャージが発生しているんだよ。同じ子が両方で登録するだけで登録料を2回分丸々支払わなければいけないんですか？2027年度以降に値上げされたら年間5000円近くになってしまいますね。これは家庭にとって大きな金銭的ペナルティです。それだけじゃない。手続き上のペナルティもある。長野県卓球連盟などの地方連盟における実際の運用を見ると、同一人物が学校と地域クラブで二重登録を行う際、システム上の重複登録エラーを防ぐために、登録用のチーム名をあえて使い分けて手作業で登録申請を行うといった極めて煩雑な実務を保護者や現場の管理者に要求しているんだ。現代のマルチコミュニティ、いろんな場所でスポーツを楽しみたいという若者たちの思考に対して、このアナログで煩雑な手続きと二重課金はものすごく高い参入障壁になってしまいますね。
制度設計の不全が子どもたちへのペナルティになっているというのは本当に危機的な状況です。そしてスポーツの強化という観点から最も深刻なのが育成ピラミッドエリート選手輩出サイクルの地盤沈下だ。日本卓球界といえば、オリンピックで中国と対等に渡り合い、数々のメダルを獲得してきた世界屈指の強豪国ですよね。そう、なぜ日本がこれほど恒常的にトップエリートを輩出できていたかというと、実は国内に公式戦に出場する中学生約14万人から17万人の公式登録者というものすごく巨大な分母、競技者母数が存在していたからなんだ。なるほど。その分厚い母数があるからこそ、中大連の全中予選やカデット選手権といった過酷な公式戦のピラミッドを通じて、質の高いスクリーニング、つまり優秀なタレントの淘汰と発掘が自然と機能していたわけですね。まさにその通り。もし登録者の年間約 6.78% という減少ペースがこのまま放置されれば、在途層がピラミッドの外側未登録にとどまり続け、ピラミッドそのものが急激に細くなっていく。中学生から高校、大学、実業団へと続くタレントの到達園が途中でプチッと切れてしまうんだよ。分母が小さくなれば、それだけ優秀なタレントが生まれる確率も下がってしまいます。JOC エリートアカデミーや実業団への供給源が縮小することは、日本の卓球界全体の世界的競争力を数年後に致命的に低下させることにつながるんですね。そうなんだ。普及の崩壊は巡り巡って強化の崩壊へとダイレクトに直結している。この育成ピラミッドの崩壊を防ぐためにも今すぐガバナンスを改革しなければならないんだ。では、ここからはこの水優の危機を乗り越えるために、本レポートが提示している3つの具体的で革新的な提言について詳しく解説していきましょう。よし、箕島新専務理事を中心とする新体制が旧体依然とした勝利至上主義の単一会員制度をどう解体しアップデートすべきか、極めて論理的な3つの解決策を提示するよ。はい。まず第1の提言は、準会員エンジョイ健康枠制度によるライト層の可視化と囲い込みです。そう、全国大会や公式予選には出ないけれど、日常的に卓球を楽しんでいるライト層に対して、年額100円から300円程度に設定した安価な準登録制度、準会員を新設するんだ。年会費を安くする代わりに、スポーツ安全保険の一括適用や、卓球ショップでの割引クーポンといった家庭に直接届くインセンティブ、会員特典を用意するわけですね。その通り。これによって登録イコール単なる出費と煩雑な手続きの押し付けというイメージから安くて安心でお得なスポーツインフラへと認識を転換させる。東京都で浮き彫りになった中学生の 15% しか登録していないという課題に対しても、残る 85% の非公式プレイヤーを準会員としてシステムに内包させることで一気解決できるんだ。素晴らしいアイデアですね。では第2の提言はどうですか？第2の提言は、二重登録に伴うダブルチャージの規定禁止と IT プラットフォームの最適化だ。日本卓球協会の基本規定第43条を改定し、1人の選手登録個人 ID に対して複数の所属団体を紐付けられるマルチ所属システムを協会の IT システム JTTA パークのアップデートによって実現する。同じ都道府県内で複数登録する場合、上乗せ会費や登録料は1人分として集約し、金銭的な二重課税、ダブルチャージを規定で完全に禁止、免除するわけですね。長野県の現場で起きていたような重複エラーを回避するための手作業もシステム最適化で一掃できます。そう。そして第3の提言が勝利至上主義からウェルビーイング&コミュニティへのコペルニクス的転換だ。これまでの強い選手を見せることで普及させるというエリート中心の普及理念を捨てて、元日本代表監督の倉島陽介氏が代表を務める一般社団法人 T-NEXT 等と連携する。そして2027年度から本格適用される新しい指導者ライセンス制度 S 級、A 級、スタートコーチ等を再設計するんだ。楽しむ卓球や地域交流を支援するスタートコーチ、コーチ1などの指導者を地域展開の現場に重点的に配置するわけですね。東京都などで実施されている保育園での卓球教室のような草の根活動を支援し、未登録層が気軽に参加できるレクリエーション主体のフェスティバル型交流イベントを公式組織がサポートしていく体制を作る。これこそが新しい時代の障害スポーツのあり方ですね。いよいよ最後のパートになりました。ケンジさん、今回のディスカッションを総括していただけますか？
ありがとう。今回のレポートが暴き出したのは、日本の卓球界、ひいてはユーススポーツ界全体が直面している静かな、しかし決定的な地殻変動のリアルな姿だった。そうですね。中学生の登録者が人口減少の 5.9 倍ものスピードで減っているという衝撃的なデータ。でもその一方で、部活動やレジャーとしての卓球人気は極めて頑健であり、約540万人もの未登録アクティブプレイヤーが日常的に卓球を楽しんでいるという事実が明らかになりました。そう、現状を教育制度の変化によるしょうがない過渡期だけらと楽観的に放置し、球体依然とした単一の一括登録や勝利至上主義のモデルに固執し続ければ、待っているのは財務基盤の破綻と育成ピラミッドの崩壊という致命的なシステム崩壊だ。しかし、箕島直信新専務理事を迎えた新体制が、この構造変化の波を新しい世代のより多様で強靭な健康スポーツコミュニティへと組織をトランスフォーミさせる最大の機会として捉え直すことができれば、未来は明るいですね。その通り、勝利至上主義からウェルビーイングへ、アナログな一括登録からマルチ所属を支えるスマートな IT プラットフォームへ、このガバナンスの再生こそが日本卓球界が危機を回避し、持続可能な未来を勝ち取るための唯一無二の進路なのだ。はい、卓球という素晴らしいスポーツがこれからも子どもたちからお年寄りまでたくさんの人々に愛され持続していくことを心から願っています。それでは今回の音声解説はここまでとなります。お相手はナビゲーターのケンジとアシスタントのみさきでした。また次回お会いしましょう。さようなら。